それではゲームスタート。皆さん、完璧な最終回だと思った物語が突如として全く新しい絶望の幕開けを告げたらどうしますか。2022年全世界に衝撃を与え、多くのファンがその結末を見届けたネットフリックスシリーズ今はの国のアリス。誰もが物語の終わりを受け入れたあの時から2年半、沈黙は破られました。まさかのシーズン3、そのティーザー予告がついに公開されました。今回は緊急でこのわずか1分23秒に込められた謎と公式発表の裏に隠された計算を考察してみたいと思います。ここはきっとこうだという箇所がありましたらコメントで教えてくださいね。お相手は私、周作です。2025年9月25日、我々は再びあの理不尽な世界に引き戻されます。シーズン2のあのラストシーンを思い出してみましょう。スペードのキングとの死闘を制し、全ての絵札のゲームをクリアしたアリスとウサギ。彼らは今の国への永住権を放棄し、現実世界への帰還を選びました。目覚めた病院で彼らは隕石災害の生存者であることを知ります。今の国の出来事は生死の世界をさまよった者たちが見た共通の臨死体験だったのでしょうか。記憶をなくしたアリスとウサギが再び心を通わせ、ハッピーエンドかと思われたその時、病院のテーブルに置かれたトランプの山、その中から1枚だけが風に吹かれてカメラの前に現れます。そう、あのジョーカーです。これが新たな物語の始まりを告げる不潔なカードでした。それでは公開された予告映像をじっくりと見ていきましょう。まず聞こえてくるのは平穏な日常を過ごしているはずのアリスの声。周りが静かになって旅をする夢を見た気がします。公式なあらすじによれば、アリスとウサギは結婚し幸せな生活を送りながらも、こうした今はの国の幻覚に苛まされているといいます。そして不穏な音楽とともに新たなキーパーソンが登場します。人間の感情というものはね、見えない糸だ。手繰り寄せれば必ず動く。今回まさかのキャスティングに大盛り上がり、賀来賢人さん演じる研究者リュウジ。彼の登場にはコメント欄も賀来賢人出るのは激アツ、嬉しすぎるとまさに熱狂の渦となっています。彼が一体アリスをどこへ導こうとしているのか。ゲーム開始だ。磯村勇斗さん演じるバンダ。彼が不敵な意味でアリスに提示するのがジョーカーのカード。ここで重要なのはバンダの役割です。彼はジョーカーそのものではなく、ジョーカーが司るゲームの代理人、いわば起爆剤、カタリストです。シーズン2のラストで国民になることを選んだ彼がアリスを新たなゲームに引き込む使者となる。つまりジョーカーは国民よりもさらに上位のこの世界の根幹に関わる存在なのでしょう。そのジョーカーのゲームにウサギが参加させられてしまった。愛する人を救うため、アリスは再び死と隣り合わせのゲームに身を投じる覚悟を決めます。死んでも構わない。ウサギを救える可能性があるならそっちを見たい。彼の動機は生き残るための生存から愛する人を救うための自己犠牲へと明らかに進化しているのです。さらにシーズン3では物語をかき乱す多くの新キャラクターが登場します。予告編で不気味な叫び声を上げる大倉浩二さん演じる鉄。青髪で不敵に笑う玉城ティナさん演じるレイ。そして鋭い眼光で銃を構える池内博之さん演じる和也。彼らはジョーカーのゲームにおける新たなプレイヤーなのか、それとも駒なのか。アンやヤバといった国民組も含め、複雑な人間関係が新たなサバイバルを彩ることは間違いありません。しかし皆さん気づきましたか？あれだけ多くの新キャストが発表される中、シーズン2を生き延びたはずのあの2人の名前が公式キャストリストにないのです。そう、村上虹郎さん演じる父親と朝比奈彩さん演じるクイナです。これは単なる見落としでしょうか？いいえ。
ファンの人気が特に高いこの2人をネットフリックスが意図的に隠している可能性が極めて高いです。これは我々ファンの期待と憶測を煽る巧みなマーケティング戦略かもしれません。彼らの復帰はシーズン中盤の最大のサプライズとして用意されているのではないでしょうか。復帰は確定とは言えませんが、そう期待せずにはいられません。ではこの物語は完全なオリジナルなのでしょうか。半分正解で半分違います。実は原作の続編漫画「今はの国のアリス・リトライ」から重要な着想を得ていると考えられます。リトライは大人になったアリスが事故に遭い、再び今はの国に迷い込む物語。しかしシーズン3は直接的な映像化はありません。リトライの大人になった主人公の帰還という基本設定を借りながら、ドラマのシーズン2で提示されたジョーカーという最大の謎を軸に全く新しい物語を構築しているのです。これはまさに原作へのリスペクトとドラマ独自の物語を融合させたナラティブリミックスと言えるでしょう。最後にこの衝撃的な予告編に世界中のファンから寄せられた熱狂的な声を見ていきましょう。そこから私たちがシーズン3に本当に求めているものが見えてきます。まずやっぱりこの男の再登場に歓喜の声が上がっています。ある方はこうコメントしていました。一番好きなバンダがめっちゃ出てて嬉しい。そう、多くのファンが彼の再登場を待っていました。そこで改めてこのバンダがいかに危険な人物だったかを振り返っておきましょう。僕はそんな君が好きだよ。大丈夫？彼はシーズン2のゲーム独房で人の心をもてあそび、他の参加者を冷酷に処刑していくサイコパスとして描かれました。ゲームの本質を早々に見抜き、楽しむだけに殺戮を繰り返すその姿は、多くの視聴者に強烈なトラウマを植え付けたはずです。そんな彼が国民としてアリスの前に現れる。これがどれほど絶望的な状況かお分かりいただけるでしょう。そして最も多くのコメントが寄せられたのが、これが完全なオリジナルストーリーであるという点です。全く結末が予想つかないという期待の声が大多数を占める一方で、シーズン2までで完成されていたから打足にならないような神ドラマになってほしいという元作品への愛があるからこその切実な願いも見られました。さらに原作ファンならではの非常に深い考察もありました。それはラストが原作最終回のあなたはなぜ生きていると思いますかのインタビューで終わったらスタンディングオベーションしますというコメントでした。これは原作の最後にアリスが神のような存在から問いかけられるこの物語の根幹をなす哲学的なシーンを指しています。ファンは単なるサバイバルゲームの続きだけでなく、シーズン3が生きる意味というテーマに再び深く切り込んでくれることを心の底から期待しているのです。謎が謎を呼ぶ衝撃の予告編でした。ゲーム開始だ。完璧なフィナーレだと思ったからこその驚きと、それでもあの世界の続きが見られるという喜び、そして何より誰も結末を知らないオリジナルストーリーであることへの期待感。今はの国のアリスシーズン3は2025年9月25日、ネットフリックスで独占配信開始です。というわけでそろそろお別れです。今回見てよかったな、楽しかったな、また次回も見たいなという方は、ぜひ高評価、サブスクライブをお願いいたします。お相手は私、周作でした。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。